こんにちは。世界一面白いアクション RPG を作ることを人生のメインクエストに掲げて、活動しております。はい、たかと申します。今回なんですけど、この動画からね、ちょっと動画の方向性を少しずつね、変えていこうかなと思いまして、喋っていこうかなと思います。今までね、結構なんというか、どこかよそよそしいというか、行儀正しい動画みたいなね、撮り方が多かったと思うんですけど、それをですね、もうちょっと気楽にというか、なんと言いますかね、もうちょい本音とかも、今まで喋ってこなかったようなこととかも話していけたらなって思ってます。簡単に言うと、友達に喋るような感じで、喋っていけたらいいなと思ってます。友達って言っちゃうとね、めっちゃハードル上がっちゃうんですけど、今まで結構硬い動画の撮り方が多かったのに、それを急にね、まるで友達に喋るかのように喋っていくっていうのは、むずいと思うんですけど、ちょっとずつね、そんな風に変わっていけたらいいなって思ってます。この動画は、その転機となるような一発目の動画っていう感じですね。この先長いと思うんでね、僕がいつまでゲーム作ってるか分かりませんけど、多分最低でも30年とかはゲーム作り続けてると思うんで、それに伴ってね、この YouTube の動画活動も、30年ぐらいは続いてると思うんで、そういう方向性に寄せてった方が、もっとね、気楽に、戦っていけると思うんですよね。戦うっていうのは、視聴者と戦うっていうわけじゃなくて、あれですね、メインクエスト、世界一面白いアクション RPG を作るっていうところに向けて、みんなにね、いろんな悩みとか本音みたいなものも共有しながら、やっていけたらいいなと思ってます。で、そのちょっとね、方向性を変えますよみたいな話だったりとか、あとあれっすね。4月にこのゲーム発売するんですけど、その前にね、1個イベントを出すんで、そのイベントに関する話だったりとか、あとはね、ぶっちゃけ、じゃあこのゲーム何本ぐらい目標にしてんのっていう売り上げね、何本ぐらい目標にしてるのかみたいな話もちょっとね、今までしてこなかったじゃないですか。そういったところもちょっとね、今回は喋っていけたらなと思います。そういう話はちょっとね、この動画の後半の方でやっていこうと思います。で、前半で何を言うかっていうと、ちょっといつも通りね、ゲーム開発の進捗の共有ですね。ちょっと新しい実装とかもあったので、その辺共有していけたらいいなと思ってます。じゃあ早速行ってみましょう。まず一つ目がコンボカウンターの実装ですね。さっきもちらっと表示出てたと思うんですけど、こんな感じでね、ちょうど俺の顔の上あたりに出てるかな。画面の右側。これだと4連コンボっていう感じだね。コンボカウンターが出るようになりました。これもちろんね、普通の敵キャラ殴った時とかも出るし、こういうトレーニングダミー、体験版のチェックポイント、地脈の近くにもね、置いてあったと思うんだけど、こういう殴れる、いわゆる木人みたいなやつね、を殴った時も出るようになってます。こんな感じで7連コンボとかね、表示されるようになってますと。で、これは本来ね、体験版のフィードバックで、トレーニングモード的なやつが欲しいっていうね、声が結構多くて、それに対する、アンサーとして実装した機能になるんですけど、ぶっちゃけトレーニングモードとは程遠いじゃないですか、これって。ただ、コンボ表示がされるようになっただけなんで。なんですけど、いろいろね、スケジュールとかがきついっていうのもあって、できる範囲内で模索した結果がこのコンボカウンターっていう感じになります。このゲームで結構初心者が行き詰まるポイントとして、左上連撃、いわゆるコンボ攻撃だね、がしっかりできるかどうかっていうところと、あともう一個が、ジャスパとかジャスト回避とか、カウンター系のアクションですね。ちょっとね、今ちょうどこのマネキンに、ジャストパリできる攻撃をレコーディングしてるんで、こういうね、ジャストパリ。このジャストパリの演出、音とか、エフェクトとか、いかにもチャンスですよみたいな演出を追加したっていうのもあるんですけど、ジャストパリ取ったら、コンボね、叩き込み放題なんで、結構敵に勝つためには重要になってくる要素。ジャスト系のカウンターアクションと左上連撃。この2つが、かなりね、このゲームを楽しむためにも重要な要素っていう感じになってますよと。で、この2つともね、上手くなるためには、やっぱトレーニングモード的なやつがあるっていうのが一番いいと思うんだけど、ちょっとね、実際実装できるかどうかっていうのを考えたときに、
無理だなってなったので、砂上連撃に関しては、コンボカウンターを実装することによって、例えばなんか適当に出した攻撃とかでもね、繋がる時あるんだよね。2チェインとか3チェインぐらいであれば。っていう経験があると、この攻撃、この技からこの技いったら繋がるんや、みたいな。気づきにもなると思うし、あとちゃんとスキルツリーとか読んでね、この砂上連撃やってみよう、つってやってみた人が、実際ね、成功してるのか、これで合ってるのかみたいな。正解かどうかわからないみたいなケースもかなりたくさんあって、配信とかめっちゃ見てたんですよ。体験版の。配信とか実況プレイとか。見まくってて、そういう反応されてる方が非常に多かったんで、しっかり砂上連撃やろうとした人をね、褒めるっていう意味でも、このコンボカウンター機能は、結構いいんじゃないかなということで。講談社の人とかともね、相談させてもらって、コンボカウンター機能であれば実装できそうだっていうのもあったので、実装できそうかつ、プレイヤーがね、積極的に砂上連撃をしたくなるような効果、実装した後の効果も高そうだなっていう、ゲームがより楽しくなるような効果が高そうだなということで、実装しました。で、もう一つのね、ジャストカウンター系のアクション、ジャストパリーとかジャスト回避っていうところに関しては、さっきも言ったようにね、演出面の強化っていうのと、あとね、ここに無理やりチュートリアルトリガーを置いて、ジャストパリーのチュートリアルをね、強制起動させようと思うんですけど、ここは変わってないですね。このページだね。ジャスパのチュートリアルを、裏に隠してた情報とかも含めて全部出すようにしました。敵の攻撃方向に L スティックプラス L1 でジャストパリーと。白い閃光を伴う銃撃に対して可能なアクション。攻撃方向を見極めることで敵の体勢を崩しますよと。ここまでは一緒なんですけど、次だね。左から投げ払ってくる攻撃には L スティックを左へ。上から叩きつけてくる攻撃には L スティックを上。で、右から投げ払ってくる攻撃には L スティックを右へということで、説明動画参照ってことで、このね、動画に字幕の矢印つけてるんですけど、これYouTube の動画に編集でつけてるわけじゃなくて、実際ゲーム画面上でこう表示されるっていう感じです。超具体的な入力方法とか、この攻撃は左だよとか、この攻撃は右だよみたいなことをめちゃくちゃ詳しく書くようにしました。プラスもう1ページ追加されてて、これ以前の動画でもちらっと喋ったことあるんですけど、その方向入力、L スティックの方向入力の誤差は、実はね、150度まで、誤差150度まで成功扱いになるんですよっていう、ここをマスクデータというかね、隠してた情報だったんですけど、この辺もね、書くことにしました。これ、正直めちゃくちゃメタ臭いというか、普通のゲームだったらこういうことあんま書かないと思うんですけど、ちょっとね、このゲームはチュートリアル、プレイヤーの皆さんに、システムをね、分かってもらうっていう部分がめちゃくちゃ弱いので、もうそんなメタ臭いとか言わずに、ちょっと一旦ね、ある情報は全て書いて、ちょっとでも多くの人が、分かってくれるように。一回このジャストパリ成功させたら、ちょっとね、次また同じ攻撃来た時とかは、一度成功体験があるんで、分かりやすくなってくると思うんですよね。で、その成功体験を重ねていくことによって、どんどんね、上手くなっていけると思うんで、本来であればね、もう戦闘システムそのものをもうちょいシンプルなものに作り直すとか、そういった対応っていうのが、本当の意味での誠実な対応だと思うんですけど、ちょっと今回は、ね、できる範囲の中でやってみたっていう感じになります。あとあれですね、一番下に書いてる、この情報や説明動画は、ポーズメニューのチュートリアル履歴からいつでも再確認できるよということで、このやっぱね、動画をしっかり見るっていうことが、やっぱ一番わかりやすいかなと思ったんで、動画にね、右矢印だよ。この攻撃は右からだよっていう右矢印つけたりとか、この攻撃は左だよっていう左矢印をつけたりとかね。っていうところで、プレイヤーの皆さんの理解度をね、高めようという実装でした。プラス、あとあれですね、単純にジャストパリの成立猶予フレームっていうのも伸ばしてて、体験版時点では10フレだったんですけど、それを14フレームまで伸ばしました。結構ね、プレイ感的にも分かりやすく成功しやすくなってるかなと思います。で、あとはね、ひたすらテストプレイ、デバッグ回しながら、要所要所のブラッシュアップとかバグ修正っていうのを回してるんですけど、この辺ね、全部喋ってると、さすがに長くなりすぎるんで、ちょっと割愛しときます。で、こっから後半の話、動画の後半の話なんですけど、イベントっすね。何のイベントに出すのかっていう話なんですけど、こちらのインディーライブエキスポ。今月4月の13日、日曜ですかね、に開催される。結構有名っすよね、これ。千葉もね、紹介される予定となっております。で、この発売日もね、もう4月中なんで、このエキスポの中で、千葉のね、PV が流れるんですけど、そこで、ちょっと発売日をね、発表しようかなと思います。長かったっすね。ようやく発売まで来たかっていうことで。いろいろね、みんなが動画見てきて、動画をお見せしてきて、不甲斐ない点とかもね、
たくさんあったと思うんですけど、いわゆる旧千罰って言ってるね、0作目のやつ、戦闘体験版だけ出した、2年前に出したやつから、一から作り直そうっていうことで、2年間かけて今回の新生千罰、ライズ・オブ・リベリオンですね、を作ってきて、やっぱ相変わらずね、このハイタカという男は、自分の身の丈に合ってないような、でかいゲームを作ろうとする習性がありまして、今作もね、さっきも言った通り、本当はトレイも実装すべきだよねとか、本当はシステムをもっとシンプルにして作り直すべきだよね。みたいな話あったと思うんですけど、いろいろね、今回講談社に協力してもらってるっていうのもあるので、スケジュールとかの兼ね合いから、完璧とはね、言い難い出来にはなってると思うんですけど、ただその中でも光るものはしっかりあるように作ったつもりです。主に戦闘とかマップ探索とか、そのあたりですね。特に戦闘かな。で、ボリュームに関しても、エリアが3つあって、ボスが全15体登場して、プレイ時間が多分10時間前後。もしかしたらね、上手い人8時間ぐらいとかで終わっちゃうかもしれないんですけど、それくらいのボリューム感で、値段に関しては、この値段もね、ちょっとまだ言えないんですけど、一応1000円前後を予定しています。確定した値段に関しては、後日ね、言っていいタイミングになったらお伝えします。なのでね、僕が作りたいゲーム、めちゃくちゃ背伸びしながらね、このゲームジャンル、アクション RPG っていうものを作ってきて、できる限りのもの、現状できる限りのところは全部詰め込めたかなと思ってます。ただね、足りてないところもやっぱめちゃくちゃたくさんあるので、そういったところは今後、次に作っていくゲーム、またその次に作っていくゲームっていうところで、どんどんね、完璧なものに、世界一面白いアクション RPG に近づけていきたいと思います。あと、今までね、コメント欄で、恥ずかしい話なんですけど、ポジティブかつ建設的な発言しろよみたいな、押し付けがましいルールを敷いてきたんですけど、そういったところもね、ちょっと今回から取っ払っていこうかなと思います。冒頭にも言った通り、僕のメインクストはね、まだまだ先めちゃくちゃ長いんで、ちょっとね、もうちょい長期的に戦っていくんだっていうことをね、意識して、最近ぶっちゃけ動画作るのが、ちょっと楽しくなくなってきてたんですよ。綺麗なハイタカを目指そうとしすぎて、そっちでも背伸びしてたっていうね。ゲーム作る場合の背伸びは別にね、自分の好きなジャンルを作りに行くっていうことなんで、超楽しいんですよ、背伸びしたら。楽しいんだけど、動画作りに関しては、ちょっとね、もうちょい等身大でやっていこうかなと思います。その2つのバランス取りながらね、行こうかなって感じですね。で、次回作の話とかをね、今このタイミングですると、あんま良くないかなって思うんですけど、発売前から次の作品の話すんなよみたいなね、ことも多分言われちゃうと思うんだけど、ちょっとね、もう言いたいんで言っちゃうと、次は、クオリティにこだわって作ろうかなって思ってます。今回のこのライズ・オブ・リベリオンでは、ある程度ちゃんとしたね、マップ探索とかもありつつ、バトルがメインで、しっかり10時間ぐらい遊べる1000円前後のゲームっていうことで、正直、僕の開発力では2年で完成させるのが難しいようなものをちょっと無理やりいろんなところで妥協を入れながらね、無理やり完成させたみたいな感じになってて、光るところもあるんだけど、光ってないところがちょっと多すぎるっていう感じになっちゃってたんだよね。やっぱそれだとね、なかなか売り上げもね、上がりにくいと思うんで、次回作はね、じっくり時間かけて、全部の要素にしっかりこだわってね、作っていきたいなと思ってます。で、ちょっと売り上げの話も出たんで、その辺の目標値みたいな話しとくと、一応今作は10万本っていうのを目標にしてやってたんですよ。10万本ね。正直、厳しいと思う。今ここまでほぼ完成っていうところまで持ってきて、それをこう客観的に見たとき、ちょっと厳しいなっていう感じで、今ね、ウィッシュリストの数が4万ぐらいあるんですよ。4万ちょいあって、その数字は結構いいと思うんだけど、ウィッシュリストってね、最終的な売り上げの予測にはあんま使えないんですよ。ちょっとむずくて、相関性が低くて。ただ、初週の売り上げには結構、予測できないこともないみたいな。だいたいウィッシュリストの 20% ぐらいの数が初週、発売から1週間で売れる数になってることが多いんですけど、となってくると4万本の 20% なんで8000本がだいたい1週間で売れるだろうと。で、もちろんね、同じくウィッシュリスト4万のゲームでも、普通に10万本以上売れるゲームとかは多分あると思うんだけど、そういうゲームってレビューの評価が高いことが多いと思うんですよね。Steam ってウィッシュリストの数とレビューの良さ、高評価が多いっていう、この2つの要素で伸びていくことが多いんで、現状ね、このライズ・オブ・リベリオンは、体験版出したんですけど、体験版は 40% ぐらいなんですよね、高評価率が。もうギリギリ賛否両論みたいな。40切ると不評ってなるんですけど。で、それが製品版になって、いろいろね、フリーラン、フリーカメラ実装したりとか、さっきのチュートリアルわかりやすくしたよとか、コンボカウンター実装したよとか、あとね、冒険できるエリアがかなり広がるよみたいな。あるんだけど、そこまで劇的にね、評価が改善するかっていうと、
多少は改善すると思うんですけど、やっぱちょっときついと思うんですよね。っていうことでね、その次回作に関しては、レビューがね、例えば非常に好評みたいな感じになるような、ボリュームとかは落としてもいいと思っているんで、しっかりと全ての要素に手の行き届いたような、クオリティの高さっていうところに着目してね、やっていきたいと思ってます。で、今作に関しても、間違いなくね、これ自分で言うのもあれなんですけど、光るところはあるゲームだと思ってるんで、もうこの低価格帯、1000円前後っていう低価格帯でしっかりしたアクションが楽しめるっていう、そこのコスパの良さ的なところにね、希望を見出しながら、一体どれくらい売れるんでしょうかっていうね。ウィッシュリスト4万だけど、だからとりあえず4万は超えたいよね。とか言いつつ、もっと爆死するかもしれないんですけど、その辺も楽しみにしつつね、今後の続報にご期待ください。発売日に関しては、このインディーライブエキスポ、4月13日のインディーライブエキスポで発売日を発表されるという運びになっております。じゃあ、今回この辺で終わりたいと思います。お疲れ様です。